おはようございます皆さんこんばんは日本の皆さん。8時45分ってところですかね。こちらはいつものようにまずい朝ごはんを食べたんでね、甘きを吸いにいつものメリアハバナのカフェまで来たということです。俺の朝は一杯のカフェコンレーチェとハバノスから始まりますのでね。何でもお腹の中に入れればね、ハマチは美味しくね吸えるんですよね。本当人間ってすげえなと思います。慣れればどんなものでも食えるんだから。しかしまずい。キューバの飯はまずい。キューバに来る他の外国人観光客とか気になんないのかなと思うんですけどね。ご飯そもそもその自分たちの国のご飯があんまり美味しくないのかなっていうふうに思ってるんですけれど、まあ日本の食べ物とね比べたらね、どこのご飯もねかなり見劣りしますよね。大体基本的にどこの国の人でも生まれてから死ぬまで一生同じものを食べ続けるらしいですからね。日本みたいに赤ちゃんとか子供の食べ物、普通の食べ物、お年寄りの食べ物みたいな感じで分かれてないらしいですから、それもすごいなっていうふうに思ったんですけど。じゃあアメリカ人は生まれてから死ぬまでずっとピザとステーキとホットドッグを食べ続けるんですか？聞いたことないけれど今度聞いてみようかな。まあ日本は日本食以外のものもね何でも食べられますからね、それがずるいですよね。虫が多いな。ちなみに今朝の1本目はサンクリストバルデラハバナです。ハバナでねサンクリストバルデラハバナをねぶち決めるという。まあ全部ハバノスだからハバナですればそうなんですけれども、それにしても暑い。でも日本ほどじゃないと思いますけど、でも日本は今台風が来てるんですよね。関東地方なのかな。なんかまた新幹線計画運休するみたいなニュースね見ましたね。計画運休するときに限って台風って大したことないやつばっかりじゃないですか。なんだか準備してると必ずそれを見透かしたみたいな感じで肩透かし食らうような気がするんですけど、警戒してくださいみたいな感じの台風ほど大したことないみたいな。まあね帰るときにね日本に台風が居座ってなければそれでいいです。それで着陸できなくてね別のところに戻るとかね最悪ですから。さて滋賀チャンネルなのでね、滋賀についての質問をお受けします。もちろん滋賀についてはね動画とかで十分話してきたんでね、滋賀以外のことでもいいです。キューバでも別に。玉木のことについてはな、もう動画でね全て編集した動画でねチャンネルでお話ししてるんでね、特に話すことがあんまないんですよね。それ見てもらえれば全部わかるはずなので。
ひっそりとこのチャンネルね、ライブ見に来ていただいた方は多分 Twitter かもしくは Instagram からのねリンクでね来られた方だと思いますので、そしたら多分まあ俺の知り合いだと思いますんでね。しかしキューバ人はな、まあ、キューバ人に限らずラテン系の人は声がでかいんですよね。ホテルの部屋でね寝てる時とかでね廊下大声でね話しながらね歩かれたりするとねビビるんですよね。で何よりビビったのは多分それ一人なんですよね。まあ電話しながら歩いてたと思うんですけれども、電話そんな大声でするみたいな。周りのみんなの声がでかいから自分も声でかくしないとね周りに聞こえないから、そういう風にしてるんでしょうね。ラテン系の人たちは周りの喋り声が大きいから自分も必然的に声がでかくなる。中国人が声がでかいのは周りに人がいすぎて話が届かないから声がでかくなるっていうのは聞いた時ありますけど、そういやこの中庭のガラスの柵の向こう側池なんですけれども、鯉がたくさん飼われてるんですよね。錦鯉。まあなんか模様のはっきりした高そうなやつとかはいないんですけれども、確実に鯉なんですよ。船じゃなくて。ここにね鯉を持ち込んだのは誰なのかなと。キューバにもね、定住している日本人はねいますけれども、確か外務省の資料だと3桁いないんじゃなかったっけな。あと大学に留学してる人とか何らかの目的でねステイしてる人とかだと思うんですけれども、ただそこまで交流がなくても日本はキューバにめちゃくちゃね物とかお金とかあげてるんでね、もうちょっと優遇してくれてもいいんじゃないのかなと思うんですけれどもね。この近くに日本の領事館もありますけど、大使館もあるんですけれども、このミラマーレエリアは日本で言ったら山手エリアなんで、大使館とかもねたくさん建ってるんですけれども、大使館って大体一棟の建物家をそのまま使ってるんですけれども、日本はなんか雑居ビルみたいなところに入れられてるんですよね。そこのワンフロアを使ってるみたいなんですけれども、めちゃくちゃ経済協力してあげてるんだから、もうちょっといい待遇にしてもらってもいいんじゃないかなと思いましたけど。だって街中で走ってるゴミ収集車とかバスとか日本が寄贈したものなので、いすゞとかがね日本の国旗が貼ってありますからね、ステッカーで。見ればすぐに分かるんですよ、日本が無償援助したものなんだなこれ。だって葉巻ですけどね、前の前回キューバに来た時かな、ツイッターか何かでお話ししたと思いますけれども、ドレスボックスのパッケージがね段階的にデザインが変わってきてるんですけれども、葉巻の箱のねデザインを変えたところであんまり変わんないような気がするんですけれども、それよりももうちょっと別のところを努力した方がいいと思うんですけれども、キューバ産の葉巻のね箱のデザインのなんていうかちょっとレトロっぽいっていうか、ああいう風なの結構気に入ってたんで、こう現代的なシュッとしたデザインの箱とかになっちゃうのはちょっと悲しいなとは思うんですけれども、まあねそんなこと言っても葉巻の歴史の中でね葉巻のデザインとかはね何回も何回も変わってきたんで今更っていう風な感じですし、変わることがねハバノスっていう葉巻
の本質の一つでもありますので、例えばこの葉巻ですけれども、現行一般的に出回ってるまっすぐな平行ですねで作られてヘッドが丸い葉巻、こういう葉巻はパラホっていうシェイプとして呼ぶんですけれども、パラホのシェイプの葉巻ができたのっていうのも葉巻の歴史の中で言ったら比較的新しい方なんですよね。100年までいかないけれども100年前になるともう葉巻の形はかなり今のものとは異なってしまうので、プレフェクトって言われる葉巻の形シェイプが100年以上前だとほとんどそれになるんですよね。ペルフェクトはいわゆる葉巻型ってやつですね。こう両端がすぼまってる葉巻型の UFO みたいな感じで言うじゃないですか。つまり葉巻の形っていうのはその両端がすぼまってるペルフェクトっていうのが一般的な認識だと思うんですけども、まあ古いんですけれどもね。要は昔100年以上前って言ったら葉巻のシェイプサイズ規格とかがもうかなり曖昧でビトラっていう概念もなかったんでしょうね。だからゴロゴロって作ったら両端をこうキュッねじってはい出来上がり。昔のカートゥーンとかね実写も映画もそうか、葉巻吸ってるの形ってもうそういう形ですよ。真ん中が膨らんで両端がつぼまってるやつ、アルカポネとかが吸ってるようなイメージだと思うんですけども、ああいう形でリングは葉巻の中心センターにつけられてたのが、昔の葉巻なんですよね。もうこんばんは、おはようございます。サンクリストバルいい葉巻をされてますか。そう、サンクリストバル・デラ・ハバナって個人的にはすごいいいブランドだと思うんですけれども、あんまり目立たないんですよね。新しいからかなと思うんですけれども、1990年代に作られたブランドなんで、名前にハバナがついてるからハバナさん本気なんじゃないかと思うんですけれどもね。昔よくおさせていただいたことがありますが、人生で一番美味しい葉巻でした。サンクリストバル・デラ・ハバナのブックっていうとオレイリーですかね。オレイリーは美味しいですよね、本当に。いやオレイリーの頃とかはね、気軽に葉巻とかがね、レア物も市場によく出ましたんでね、よかったです。で、何でしたっけ。葉巻のシェイプですね。なんでこのパラフって言われるものは、要は流行り、最近の流行りなんですね。葉巻の形もいろいろ遷移してきたわけで、なので当然箱とかもね、過去からデザインもね、目的も用途も形も色も何もかも変わってきたので、変わっていくっていうのは当たり前のことなのでね、変わらないものなどがありますね。なんで葉巻のこのシェイプのトレンドも、ここ10年とかはリングゲージが太くてで短いものが新作としてね、どんどんリリースされるようになってきたんですけれども、それも理由があるんですよね。葉巻の勉強になります。はい、勉強しましょう。葉巻ね、面白いです。でそういう風な太くて短め、ゴム太のねシガーがね、最近のトレンドになるんですけど、これもハバノスがね、ちゃんとね調査をしてやってることなんですよね。ハバノス SR っていうのはキューバ産のシガーをさばいてるキューバの国営の会社、日本で言ったらタバコ公社 JT みたいなものなのでね、キューバのエリート中のエリートの人がいるわけなんですよね。当然葉巻を売るために市場調査だとかも世界中でねやって抜かりはないんですけれども、要は世界が禁煙の方にねだんだん歩調を合わせてきて、日本なんかかなり緩くて、ヨーロッパなんかはもっと厳しいですよね。屋内全面禁煙のところとかもあったりしますし、国によって変わったりするんですけど、ただそういった国の特徴として屋外は全面喫煙 OK だったりするんですよね。だからもう外灰皿の外とかね、路上とかにね吸い殻がものすごい落ちてたりするんですけれども、そうすると例えを出すとしたら、例えばフランスのねカフェとか
屋外の席だったら自由に喫煙ができるんです。だから葉巻とかする人もそういう人たちも外でこういうふうにふかふかする。ただそうなるとヨーロッパって日本より緯度が高いんですよ。だから寒いんです。基本的に1年を通して気温が日本に比べたら低いので、お外で葉巻を吸うとどうなるか。要は短い時間で吸い終わって吸い応えがあるビトラが求められることになるんですね。そういうことでハバノスはその需要に応えてゴム太な葉巻っていうのを新しい葉巻ではリリースしてるわけなんです。勝手にこれがいいだろうっていうふうにマーケティングでね決めるわけじゃないので、綿密にね考えて調べたことでそういうふうなマーケティングが実行されるので、だからねいやもう最近の葉巻太くて短いやつばっかりでね、俺はもうちょっとね長めのね細いめのねエレガントなやつが好きなんだよねみたいな感じでねぶって話をする人もいるんですけれども、そのね細くて長いシェイプの葉巻っていうのもその時の流行りだったんですね。当時はキューバ革命前で各個別にブランドが各工場を持ってた時で、うちの工場はこんなに技術があるんだよっていうことで、細い葉巻は当然作るの難しいですから、その時型枠とかがねなかったんで全部オールハンドメイドで作ってたわけですから、寿司屋の握りと同じですよね。それでうちの工場はこんな細くて長いものを作れる。長いものっていうのは葉巻は一枚刃を使うので大きい葉っぱが必要になるんですよね、長い葉巻を作るために。だから要はこれだけ大きい葉っぱを、育てられる、調達できる、そしてこんなに細く巻けるんだっていう技術力をね他のところと比べて優れてるっていうのを見せるために細くて長い葉巻を作ってたわけなんです。だからそれも目的があるんです。でその前がさっきお話ししたペルフェクト、真ん中が太くて両端がすぼまってる葉巻。そういうふうに葉巻のシェイプ自体のねトレンドっていうものがあるので、それを知るとなかなか面白いです。今ペルフェクトの葉巻だけを出してるブランドってハバノスはクワバしかないんで、ペルフェクトはねなかなか難しい、作るのが難しいのでね、昔のクワバと現行のね今あるクワバ、同じ葉巻、例えばトラディショナルスとかでも見比べてみると微妙に形が違ったりするんですよ。職人の癖とかも出ると思うんですけれども、そういうものを見てもまた面白いなっていうふうに思います。あくまでね巻くのはトルセドールっていう職人でトルシード巻くっていうようなことなんですけれども、トルセドールはね葉巻の味を決めることはできません。葉巻の中に入っているフィラーがその組み合わせのレシピで葉巻の味っていうのは決まるんですね。各ブランド各葉巻ごとに、そのレシピっていうのは決まってるんですけれども、それはねウイスキーのマスターブレンダーみたいな人が実は工場にねいて、葉巻の工場、その人たちが葉巻の味っていうのを決めてるんですよ。だからスモーカー、消費者の目に一番触れやすい表に出てる職人だからトルセドールがすごいもてはやされてますけれども、トルセドールは葉巻の味をね決めることはできないんですね。口当たりとかそういうふうなものはね葉巻の巻き加減とかで決めることはできるんです。そこは手は下せるんですけれども、本質的な味っていうのを決めるのは彼らできないんですね。ではその工場にいるマスターブレンダーは工場長と同格の偉さなので、そのレシピはね他言できない、たとえ工場長とかに聞かれても言えないっていうようなことになってますので、葉巻の生産現場の中では彼らが一番偉いです。各ブランドというか各工場にいますね。ハバノスって15ブランドぐらいかな、コイーバ、モンテクリスト、アップマン、パルタカスとかいうふうにブランドがあるんですけれども、
革命前は、各ブランドに各工場があったんです。それぞれ資本が違いますから、でも革命後キューバが社会主義国家になった時全て国営化されたわけなので、ハバノスっていう組織の下に全ブランドが傘下に入るわけなんですね。なんでどこの工場だからこのブランドだけ作るっていう風な決まりは今ないんです。例えばパルタガス工場っていうのがハバナにありますけれども、パルタガスの工場でもアプマも作る、ロメオも作る、コイバも作る、ね、よくある間違いがエルラギートっていう工場があるんですけれども、コイバはエルラギートでしか作らないっていうふうにみんな思い込んでる人がいるんですけども、そんなことないです。アップマン工場でもパルタガス工場でもロメオエンフリエタ工場でもコイバは作ります。普通にガンガン巻いてます。エルラギートでしか作ってないのはベイケです。ちなみにエルラギートは技術がものすごい高いから米液を作ってるのかというと、別にそういうわけではなくて、各工場に技術の上手い下手な人はそれぞれいます。エルラギートでも下手な人いますからね。見習いの人とか箱作るだけの人とか。なんで一箇所に絞ってるかっていうと、偽物を作らせないためなんですね。偽物作るのかっていうと変な話ですけれども、当然キューバのハーバの傘下の工場ですから偽物なんか作らないです。葉巻作ってリングつけたらそれは本物っていうようなことになりますから、要は工場からリングとかそのリングをつける前の半製品の葉巻とかを流出させないために作る工場を米液は絞ってるってことなんですね。だからエルラギートは出入りが制限とかされてるんですよね。場所もちょっと行きにくい場所にあったりしますし。当然エルラギートね、何回も行った時ありますけれども、訪問客に見せてくれるのはほんの一部なんですよね。奥の方にすごい大きい敷地があって建物もあるんですけども、そっちの方にはね入れさせてくれない、入れさせない。なぜなら今言ったような話が理由だから。めっちゃハエにたかられてる。今ここだけで10匹ぐらいいる。今日のライブは岩永さんにしかできないご非内容ですね。ありがとうございます。いえいえ、別に俺は忖度するところがね何もないんでね、全部言います。で葉巻だとね、例えば自分が売る葉巻をね付加価値をつけるため、ブランディングするために、いやこれすごい大変なんですよ、あそこは俺しか行けないですよ、これは俺しか買えませんよみたいな感じのことを言う人いますけれども、そんなことないですエルラギート出入りできるからさ、エルラギート出入りはね頼めばね普通にねできるんです。でも入れるのはどんな人であってもさっき言ったその一部分だけ、奥の方には入れさせてもらえない。それはさっき言ったみたいな理由があるから、それをねみんなそういう人たち言わないんですよね。こう自分を大きく見せようとするのはね小物のね証拠なのでねそういう風なところはねまともな人はそれは分かりますから。だから俺は何か売り込もうとかそういう風なこと全くないのでね、そういう風なところをね考えて自分をこう大きく見せようとかいう風にねする必要すらもない。勉強の研鑽がはかどります。勉強の研鑽ってなんかそういう日本語的にどうなんだろう。まあ俺も日本語不自由な方なのでよくわかんないんですけれども、9話にハガキがないけど、9話にハガキ普通にありますよ。だって俺ツイッターに上げてるでしょ。まあないないって言ったらねでもうちにはあるよってその人が言ったらね飛びつく人とかがいるんじゃないですか。まあ俺には関係ないのでどうでもいいんですけれども、全て論より証拠です。
大体葉巻がないとか言ってもね、まあ、確かに日本国内にはねないですね。赤大って持ってないけど、でもネットとかのねショップとかね、メールとかで在庫表がガンガン来るじゃないですか。ありますよね。カバナも工場別に止まってないですし、コロナの時はね工場フル稼働とかさせられなかったからね、人数制限とかしたり、あとは時間を短くしたり、あとは材料とね道具をうちに持って帰ってうちでねステイホームでね作ってくれみたいな感じのもねやってたらしいんですけれど、ステイホームなんかでね作ってたらね葉巻みんな吸っちゃうんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれども、俺だったらどうしちゃうのかな。葉巻の工場の在宅勤務っていうのをね、それね工場で聞いた時にはめちゃめちゃ面白いなっていうふうに思ったんですけれども、確かに葉巻は大掛かりな機械とかね必要ないので、もう組み立てるだけの状態になってるタバコの葉っぱとかが用意されているのであれば、もうあとはそうだな、簡単な道具でできますよ。あれ葉巻の作り方って動画チャンネルで説明した時ありましたっけ？ちょっと忘れちゃったな。まあもう葉巻をもう組み立てるだけの材料、要はフィラー、バインダー、ラッパーっていう種類の葉っぱが手元にあるのであれば、あとは組み立てるための道具はタブラっていうまな板みたいな台ですね。この上で葉巻をこう巻くんですけれども、それと、型、それぞれコロナとかロブストみたいな感じのね型があって、パカッとねこう合わせて万力で締め上げるとその形になるわけですね。巻いてその中に入れて形を定着させるわけです。で定着したらラッパー巻いて、でその余分なラッパーとかを切るカッターですね、半月型の、それはチャベッタっていうナイフなんですけれども、であとそれ巻いたら、このヘッドの部分にこうラッパーがかぶせてありますよね。この部分キャップっていうんですけど、丸い形にラッパーをくり抜いてるんですよ。で昔はライフル弾のね薬莢の使い終わった薬莢です。その先端を研いで、それでパコってラッパーの薄い皮に当ててグリグリって、要はクッキーの型みたいに切り抜くんですね。そうすると丸いラッパーが出来上がりますんで、それをこうペタペタと貼る。そのペタペタと貼る糊はゴマっていう植物性の糊です。味がしないやつですね。でその先端をヤスリで磨いて、刃物にしたその薬莢ですね、これはカスキージョというふうに呼ばれます。今薬莢を使ってるタイプの人はいないんじゃないのかな。で出来上がったら、フットの方だけねチリチリのラッパーとかが残ってるから、その部分をガチャンって切る。こういうふうに切るやつですね。日本でもなんだろう、書類束を切るカッターみたいな感じ、あれに形が近いですね。そういうふうな道具、まああれ自体持ち運びはね、抱えて持ち運べるだろうな、意識だから自宅勤務とかもねできないことではないんですよね。今キューバ政府専用の葉巻は存在しますか？存在します。ディプロマットシーガーですね。キューバが外交用にキューバに来た、外交官、政府高官とかにギフトとして差し上げる。政府専用の葉巻って言いますが、それは政府専用のギフトなわけで、例えば日本でも日本に外交官、高官が来たら何かギフトあげますから、それがキューバの場合物がないから葉巻しかないんでね、葉巻だっていうわけなんですよね。なんか特別なのかっていうかなことですけど、別に特別なものではないと思うんですよね。まあリングとかパッケージデザインとかはそれ専用のものだったりしますけれども、特別なレシピとか特に存在しないんじゃないのかな。そのためだけにねレシピを用意するっていうことは、そのためだけにそれ用の葉っぱを区別して分別しておくってことはそれないんじゃない。なんか普通に既存の
品にのしみたいなのをつけて出すだけで代用される時もね、今だったらあるんじゃないですかね。だって物がないですもん、キューバって。そのためだけに何かね、花を用意してリンゴを用意して箱もねプリントして紙を用意するみたいなのしないんじゃないのかなと思うんですけどね。なんか特別なリングとかもあったり特別な箱の中に入ったりすると、その葉巻は特別なように見えますけれども、その葉巻本体自体が特別に作られてるかどうかっていうのはまた別の話なので、なんかリングがね特別だとね、わーみたいに目の色変える人とかいますけれども、リンゴはね本質ではないので、もちろんそれ自体も葉巻とは不可分のものなのでいいものだと思いますけれども、そっちだけにね目を奪われたのはしょうがない。ああ、そういえばそうですね、茂木さんがいいっすよね、政府交換だったら葉巻タダでもらえるわけだからな。なろっかな、政府交換にいいかもしれない。でもキューバのシガーショップとか行ったらね、ハウスロールとかタダでもらえますんで、それすればいいんじゃないですか。そうですね、ありますか。それからちょうど俺がキューバに来る直前にサイクロンがハリケーンがねハバナに来てたらしいので、その後フロリダの方に行ってめちゃめちゃ大変だったみたいですけど、キューバでもね日本みたいに台風一過のねいい天気みたいなのがあるみたいでね、今のところね全然雨も降らないしね、カラッとしててね快適ですね。気温とかは最高気温30度31度とかなんですけれども、最低気温夜だと25、6度かな。今そんなに湿気がないんですよね。そこら中に大木とか草っぱがうじゃうじゃキューバって生えてるんで、湿度もすごそうな感じがするんですけれども、微妙にいつも微風が吹いていて、そんなジメジメムシムシしたっていう風なのがないんですよね。島国だからっていうのもあるけれど、でもこの話考えると日本も島国なのにおかしくないっていう風になるんですけど。そうそう、葉巻のシェイプの話さっきしましたけれども、平行でまっすぐでヘッドだけとんがってるピラミデとかベリコソって言われるビトラがあるんですけれども、葉巻のビトラで作るのが難しい簡単っていうのがありますんで、このねさっきお話したパレコっていうのは一番簡単です。っていうかね、現代の葉巻って作るとき枠の中に巻いたのを入れて圧着させて形を安定させるんで、そんなにね難しいわけではないです。それでも職人の力の差とかがやっぱり出てきてしまうのがシェイプの処理なんですけれども、さっき言ったペルフェクトとかピラミデは、作るのは難しいので、トルセドルのトップ層しか作れないです。トップ層が作るとどうなるかっていうと、要は葉巻の吸い込み、ドローが悪いものってあると思うんですけど、ドローが悪いものって理由は2つなんですよね。2つ。それはフィラーとかバインダー、葉巻の中の葉っぱ、充填する葉っぱを詰め込みすぎてるで通らない、もしくはフィラーを中でねじってこう葉巻を作る時にガサガサって葉っぱをこう握ってやるんですけど、その時ギュッと絞っちゃってるんです。そうするとねじれて泥が通らない。その2種類が泥が通らない葉巻の理由なんです。で上手い人は当然そういうふうなことをね関東経験でねやらないので、要は上手い人が作る
ビトラシェイプの葉巻っていうのは泥が悪いっていうのはまずないんです。うまいトルセドールが作るシェイプはペルフェクトか、ピラミデベリコソか、もしくは長くてでかいやつダブルコロナです。なんでダブルコロナを上手い人に任せるかっていうと、ダブルコロナっていうのは要は長いので大きい葉っぱ使いますよね。大きい葉っぱっていうのは傷なく大きい葉っぱを作るっていうのはそれだけ難しいので、要は下手なやつに任せると失敗したらね、葉っぱのぶどまりが悪くなっちゃうんですよね。大きい葉っぱ1枚でダブルコロナを作るの失敗するようなやつだったら、じゃあそれ半分のサイズでロブスト2つ作った方がぶどまりいいじゃんっていうふうなことになるわけですから。だからね、ダブルコロナ、ルシュタイナスとかヒガンテスとかは大体ドローがいいんですよね。ドローで失敗したくないときはそういうふうにビトラを選んでするといいかもしれないです。クワバのアジアリージョナルをいただきましたが、雑味が強かったのですが、今の葉巻は熟成期間が短くなっていたりしますか？熟成期間の長短はその葉巻で決まってます。例えばグランレゼルバだったら3種類の葉っぱ全てが5年熟成されている。通常のこういうスタンダードラインナップだったら、1年、長くて1年ぐらい熟成させている。といっても中の葉っぱ、いくつもの葉っぱを使って組み合わせでレシピがあるので、それぞれの葉っぱで熟成期間、品種も違ったりするんですけれどもね。なので一概には言えないです。で葉っぱそれぞれ違うので、要は雑味があるみたいな感じのもの、1箱全部捨てた時にそれぞれ印象が違うんですよね、一本一本。なぜならそれがその葉巻自体の持ってるキャラクター、個性、揺らぎだったりするので、それぞれバラバラの葉っぱなので、当然条件とかね、品種とか合わせたりして熟成期間も合わせてたりはするんですけれども、その野菜と同じですね。全く同じものを作ることはできないですし、葉っぱを熟成させる時でも、樽が違ったりね、環境が若干違ったり、それが1ヶ月2ヶ月3ヶ月で経つと一度の違いがどんどん時間が経つにつれて角度がついてきますから、だから葉巻っていうのはそれぞれ味が違うんですけれども、1箱全部捨てみないと実はわからないんです。フォレストガンプじゃないですけれども、人生はチョコレートの箱、人生は葉巻の箱なのでね、開けて吸ってみないとわからない。ただね、雑味が強いっていうのは大体うまく熟成させれば解決する話なのでね、それはまだこれ吸い時じゃないなっていうふうに思うのがいいかもしれないですね。でもそれがマイナスっていうふうなわけじゃなくて、そういうふうな雑味っていうふうな言い方は一つの捉え方で、それが例えば荒々しさとか硬さであったりとか、いろんな側面があるので、それも一つのキャラクター、その時のその葉巻のキャラクターっていうふうに思うのがいいと思います。大体5年熟成、10年熟成とかさせた葉巻は味わいが深くなってクリアでいいみたいな感じに言う人も多いんですけれども、あっさりしすぎてるとか薄いとか燃焼が早いとか、そういうふうに捉える人もいるので、その人の好みが一番の問題です。好みに合ってるかどうか。一概に言えないのは、いわゆるヴィンテージシガー、10年以上経った葉巻っていうのは、そのタバコの葉っぱに含まれるニコチンとかその他の成分が揮発して、もしくは水分と時間と微生物の働きで芳香成分、味わいの成分に、置き換わったりしているわけなんですけれども、それもいい環境、理想的な環境でないとそういうふうに格別な味になったりしないわけなんですよね。それぞれ葉巻のキャラクター、キャパシティには違いがありますので、1箱の中でうまく熟成できているものもあったり、もう全然ダメになってる、味が単に抜けちゃってるものとかもあったりするんですけれども、社交心を煽るっていうか、ヴィンテージシガーの中で当たりが出た時にそれがすごい記憶に残ったりするので、ヴィンテージシガーはすごいうまいっていうふうに考える人がね、多いんです。
理由はね当然わかるんですけれども、ただうまいのを引いた以上に失敗っていうのも引いてるはずなので、そこのところはね人間の記憶のねシステムでうまくできてることを忘れるようになってるんですね。で逆に言うと出来たての若い葉巻っていうのは基本的にあんまりそんなにね味わいの差がないんですよね、ヴィンテージに比べたら。だから平均してうまいっていうのは、若いものの方が多いかなっていうふうな体感です。そうなんです、熟成は好みですね。で若い葉巻は大抵ねニコチンとかそのさっきお話した成分とかギンギンにねまだあるので、お年寄りとかはね葉巻吸うの体力必要なので、そういう風なのがねあんま口に合わないという人が多いです。ヴィンテージが好き、ヴィンテージしか吸わない、ヴィンテージ市場みたいな人はおじいさんとかが多いです。体力がないから。風邪とかね体調悪い時は葉巻美味しくないじゃないですか。気力体力精力十分の時じゃないとね葉巻って美味しく楽しめません。むしろそれで美味しい葉巻を味わえて、それでさらに気力体力が充実しててどんどん健康になっていくというのが葉巻健康法っていうものなんですけれども、流行んねえかなそれ。無理か。ただ若いとアンモニア臭が苦手で。そうですね、発酵するのはね葉巻タバコの肝なので、どうしても発酵臭アンモニア臭っていうのが、ね、あるものがあったりするんで、ドレスボックスはアンモニア臭がする葉巻が多いですね、若いと。なんでかっていうとキャビネット木製のものだと木がそういうのを吸ってくれるんですよね。だから、そういう風なのが抜けやすい、あんまりない。で木には殺虫成分というか虫が忌避する成分が出てるのかな、あれは。だからタバコシバムシって言われる葉巻を食べる虫ですね。キャビネットにはあんまりいないんですよね。タバコシバムシがいる箱って虫なので糞するので、箱の底にちっちゃい細かい消し粒みたいなね黒い粒々がたくさん残ってるんですけど、ドレスボックスはねよく見るんですよね。過去の記憶でキャビネットで虫がついてたのあんまりほとんどないんですよ。ほぼほぼドレスボックスです。だからドレスボックスの葉巻ってこれは開けたら大体もう空いてるキャビネットに移し替えちゃったりしますね。だから葉巻の箱とかは捨てないで取っておくとねそういう風な再利用方法がおすすめです。めっちゃハエにたかる。ここだけでハエが20匹ぐらい死んでんのかな、もしかして。そういえばこの間日本ですけれども10人弱ぐらいでね葉巻のセミナーやったんですけれども、大抵の人がね葉巻初めて吸うっていう人ばっかりだったんで、初めてね吸ってもらう葉巻ってね考えますよね。
初めてはその人の今後の一生にねずっと残るわけですから、お気に入りのピカドレスをその時準備したんですけれども、その後それが好きになるか嫌いになるかっていうのは入り口ですからね。だからお知り合いとかで葉巻、ね、これ見てる人は大体葉巻する人だと思うんですけども、知り合いが葉巻興味あるんだけど初めてするんだけど教えてくれないっていう風な人がいると思うんですけど、初めてはねしっかり考えてあげてくださいね。どうせだったらね、その後その人が葉巻を吸い続けるんだったら最初の葉巻はこれだったってどやれる葉巻がねできればいいと思いますね。ハバノスだったらねどれも別に外れはないとは思うんですけど、それでもね一番最初に吸った葉巻が例えばパルタガスのルシュタイナスとかだったらかっこいいじゃないですか。それなの葉巻知ってる人とかだったらねすげえなっていうふうになりますから。初めてはねできないですからね、記憶の捏造はできないですからね。ジニオヨのナンバーワン、エピクールナンバーワンですね。いいですね。初めてでねダブルリングとかはねいいですよね。およなんかはね進めやすいですよね。知ってるシガーバーとかでは初めて葉巻するんですっていうふうな人にはオヨのペティロブストみんな必ず進めるっていうふうなところもありましたし、できればね最初にその人の味の好みをね聞いてそれに合致するようなブランド進めるのがね一番ベストだと思うんですけど、ブランドはね5種類の味の強さでハバノスは決まっているので、味の好みでその中でチョイスして、で喫煙時間で長さ太さを決めるっていうのは多分一番、間違いのないやり方だと思います。美味しいけど4500円は払わないとの感想でした。それにねどれだけの価値をね考えるかつけるかっていうのはその人によりますからね。これもねエピュアの時間味わいをその時間楽しめるっていう風なところにそのお金を払うっていうのは別に高いとは思わないですし、逆に安いんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。値段の高い安いっていうのはね相対的あると絶対的な尺度がありますので、そのどっちかなっていう風なところです。それはその人に引っかかるかどうかなんですよね。例えばお酒一杯に1万円2万円払えるかって払えないっていう人もいますし、そのお酒がものすごい好きな人だったらそんなのいくらでも払う人がいますから、その人の中の絶対的な基準によりますよね。金額の高い低いは相対的な話なので、それはね話してもしょうがないですから。あと昔、あと別の年配の方にはリフォー勧めましたが、昔近所にあったタバコ乾燥機古いな香ばしい匂いがして美味しいと喜んでいただきました。大昔のねタバコは、ちゃんとタバコ 100% でねタバコの葉っぱを熟成発酵乾燥させてね作ってたんでね、そうでしょうね。今のね紙巻きタバコとかはね香料とかね薬品とかを添加してますのでね、本来タバコの葉っぱを熟成発酵乾燥させたらこの葉巻の味になるはずなんですよね。でも紙巻きタバコの味は違うのは、そういう風なものをね作ってるからなんで
ですよね、味は。要は果汁 10% でもオレンジジュースが作れてしまうのと同じです。めちゃめちゃ声が騒いでると思ったら違ったの。後ろで池の手入れしてるおじちゃんがいたの。日本のね、タバコ農家さんが作ってるね、タバコの葉っぱはそんなに葉っぱ自体が大きくならないのでね、葉巻を巻くにはちょっと向いてないんですけれども、一昔前のはごまかしが効かないので物質の質が良かったかもしれません。そうですね、物によって違うとは思うんですけれども、やっぱり物の作り方っていうのは昔なんだろう、洗練されてなかったからかもしれないですけど、その原料自体の質を上げるっていうふうなこと、大量生産でもないっていうのもあると思うんですけど、そういうところがあるのでね、やっぱ違いますよね。今はもう一定の品質のために、底上げするために大量に生産しても同じラインをキープするっていうふうなところはね、あらゆるもの考えられて作ってますから、それも良し悪しなんですよね。いらっしゃい。だからね、どうしても思い出補正っていうのがね入っちゃいますけれどもね、それも差し引いてもね、いいものっていうのはね昔ありますからね。それにしてもキューバの飯はまずいな。当然キューバにもね、ご飯が美味しいお店はもちろんありますよ。ありますけれども、ファインダイニングとかね、高い金出せば当然美味しいもの食えるんですよ。でも日本と比較すると、日本では別に高い金を出さなくてもある一定以上のものは食べられるじゃないですか。大抵ね、飛び込みでどこの食べ物屋さんね、店屋に入ったとしてもある一定以上の味はね、保証されてますから、それがないんですよ。下もどこまでも下。まあなんだろう、これも原材料の違いなのかな。日本人はね、食べ物に本当にね、すごい執着を燃やしますからね。品種改良とかもすごいし、今は生産性がメインなので安価に手に入りますが、雑な品物が多くなります。悪くはないですが、一等品に出会える機会が減りましたね。まあそうですね、大量生産大量消費社会なのでね、資本主義が成熟するとそういうふうになってくるんでしょう。ある一定の品質のものをね、大量に生産した方が原価は安くなるので販売も安くなる。そうすればどんどんその品物はその市場でね主役になってきて、他のところが淘汰されてしまうわけですから、そこで品質を一段階下げてもね、他の競合とかがないので、ブーブー文句を言いながら消費者はそれを買うしかないという。今夜は石木さんのうなぎ白焼きで幸せでした。はあ、うなぎですか。
夢に出てくるレベルだな。あんなに食いたいな。キューバにいるときはね、考えるのはね、日本戻ったら何食うとかそれしか考えないですから、ね、寝てるとね、夢に食べ物が出てくるんですよ。夢に食べ物が出てくるってね、育ち盛りの野球部の高校生からみたいな感じですけど、マジで出てくる。これは昨日の夢の中でラーメン食べました。ラーメン食べたいな。カップラーメンとかね持ってきてるんですけれどもね、ミネラルウォーターをね沸かして作ったお湯でね食べるとキューバの水がねまずいんですよね。硬水硬い水なので、電気ポットとか沸かした後水注いだ後見るとそこの方にね白い膜がね残ってるんですよ。ミネラル分が残ってる。そんだけ硬い水なんですよ。やっぱね水が美味しくないとご飯は美味しくは作れませんよね。何でも日本は水が美味しいからな。完全に欲求不満なんですよ。今日は胃腸の良さいかがですか？胃腸はねいいんです。鋼の胃腸なのでね腹壊すとかねまずないんですよ。結構ねキューバ、キューバに限らず外国行ってのお腹必ず壊すみたいな人もいるみたいですけど、俺一回もそういうのないんですよ。それも多分ね葉巻健康法の一つなのかな、結果の一つなのかなっていうふうに思いますけど、葉巻を吸い続けると胃腸も丈夫になる。葉巻吸いましょう。今日朝ごはんのこのホテルのビュッフェでトーストにバターじゃなくてジャム塗ろうかなと思って瓶入りのジャムあったんでねマーマレードだったら開けてみて香り嗅いでみたらちょっと酸っぱい香りがしたんですよ。ジャムって悪くなるのかっていうふうに思ったんですけど、なんないですよね。ジャムって砂糖めっちゃたくさん入れてるわけだから砂糖殺菌作用ありますよね。今回はジンマシンみたいなのも心配なさそうですね。そうですね、キューバに長くいると大体ねここら辺にねジンマシン出てくるんですけど、今回出てないな。まあでもねそのうち帰る直前とかに出てくるかもしれないんですけれどもこれ出てくるの何なんだろうな。空気が汚すぎるのかな。キューバってめっちゃ空気悪いので、自然がたくさん残ってて綺麗そうに見えるんですけれども、キューバ走ってる車って、テレビとかでもよく出るね昔のアメ車60年代とかのアメ車とかブンブン走ってるし、旧ソビエト時代の車とかもブンブン走ってる。新しい車も一部ありますけどほんの一部です。そういう風な車とかねめちゃくちゃね排気ガスね出しまくりなのでね空気が汚い。特に都市部セントラルハバナとか、あとねゴミとかもねなかなか収集がね追いついてないみたいでね、そこら中路地のねそこかしこにね生ゴミとかが積んであってねハエがめっちゃ高かってる。その横とかね通り過ぎるとブワッてねハエが飛び上がってねこう波の音かみたいなぐらいの音がするんですよね。さーって五十嵐さんの影響を受けたのでプリンシペいただいてます。おお、エルプリンシペですね。サンクリストバルデラハバナですね。お揃いです。エルプリンシペもねいいですよ。ショートスモークで吸いやすい。だからね行くと見るとではね大違いなのでねキューバもね海辺とかにも行ってもね海ですからね波打ち際とかにはねゴミがめっちゃ散乱とかしてたりするビーチとかでも。ハバナ市内にもねちっちゃいビーチがちょこちょこあったりするんですけれども、観光客とかが行くようなとこじゃないですね。現地の人たちの憩いの場だったりするんですけれども、汚いです。でキューバっていうのは火山で隆起した島なので、ボコボコなんですね。海岸が岩だらけで裸足だったら足切れたりします。当然ねキューバの中でもビーチリゾートって言われるところとかね砂浜とかもねあったりもしくは作ったりとかしてるところもあるんで、広い海岸線全部砂浜っていうところも中にあります。
カバナにはないですね。白焼きの後にありそうです。うなぎの後の葉巻めちゃめちゃ美味しいですからね。本当にやりたいな。うな重食べた後に葉巻食いたいな。うな重の夢を見ますよ。そしてめちゃめちゃ肺にたかられてる。やめてくれ。帰ったらうなぎ食べに行こう。葉巻もちびけてきたし、ここらで締めますか。しかしうなぎ食べてえな。今日もありがとうございました。お疲れ様でした。一服してきます。そうですね、日本は一服してこれからお休みの時間ですからね。これは目覚めの一服をつけてからこれから一日が始まるっていう、ね、不思議ですよね。なんかね画面の向こうではもう真っ暗の夜なのに、こっちではねまだ朝鳥がチュンチュン鳴いてるっていうようなところなんでね、地球が丸いのをね、実感しますよね。ジンマシンは基本的に消化器系が弱った時かなという印象なので、ぜひ早急に橋本さんのうなぎを食べてください。そうですね、橋本さんのうなぎ食べればね、うなぎ食べれば薬いらずですからね。変なこと言ってすみません。まあ俺も変なことしか言わないので怖いことです。じゃあ今夜はねうなぎの夢を見させてもらいますんでね。それでは。